スタートってことで。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は、飯田橋にあります、はい、東京大神宮。神宮ですから、お伊勢さん、伊勢系ですね、はい、天照大神、そして豊受の神が祀られている神社に来てます。ということで、今ここはですね、実は東京大神宮に来たら、もちろん参拝もちろん大事なんですけど、神社に来ることの一番大事なポイントって、普段のエネルギーを純粋なエネルギーにリセットすることなんですよ。なので、そうするとね、ある一定時間、神社にいた方がいいんです。あ、そうなんですね。パパじゃなくて、忙しい時はね、パパでいいんですけど、願わくば、やっぱりね、15分ぐらいは最低でもいた方がよくて、で、その時に、どこの神社の中でもどこにいると、そのエネルギーのその交換、リセットが早く効果的に純粋に行われるかっていうのところを探すのが楽しいですよね。で、神社で、大体それが前お伝えした神社の本殿の左奥とか、本殿の裏側に多かったりするんですけども、ここはですね、本殿に向かって手前にある、ここがですね、一番実は大事な場所なので、ぜひイメージ、この東京大神宮来たら、ここのスペースでちょっとゆっくりしていただきたい。なんかね、ちょっとね、隠れたね。そうなんですよ。で、意外とこう、ちょっとね、こう、なぜかわかんないですけど、スペースをね、ちゃんと作ってあるんですよ。こういうところが結構神社のきっかけだったりするので、大事なところですね。ここは本当に有名な東京大神宮で、よく女の人たちから話を聞くことが多かったんですけれども、女の人、東京大神宮好きですよね。で、なんかこう、なんで好きなんだろうと思ってたら、なんと縁結びだったんですね。そうなんですよね。ここはね、天照大神、いわゆる伊勢、お伊勢さんの神様を祀っているながらも、実は縁結びでとっても有名なご利益があるっていう。伊勢っていうことも知らなかったです。よくあるこの神社の名前で、なんとか神宮って、神宮っていうのがついてると、これいわゆる伊勢系ですね。なんか言ってましたよね。神宮っていうのは、宮がついてるのが、そこにもいらっしゃるから、鈴がない。鈴なかったですもんね。ここもないですよね。神社っていうのは、そこにいらっしゃらないから、鈴を鳴らして呼ばないといけないみたいなね、お話してましたよね。で、多分ね、もともとはもっと江戸城に近い方に、江戸にもお伊勢さんを置こうということで、いわゆる神宮があったんですけども、明治になってからですね、ちゃんとした神宮を建てようということで、ここに東京大神宮っていう、お伊勢さんを作ったんですね。で、縁結びが多分有名になったきっかけは、大正天皇がここで式を挙げてるからだと思います。そうなんですか。ここで？このね、大神宮で、大正天皇は式を挙げてるんですよ。なので、多分、日本人ってそういうなんか意味を見出すの好きじゃないですか。で、そこから多分、天皇家が式を挙げたんですねっていう、なんか格がものすごく上がったんですかね。上がったんですね。で、そこから、特に20年、30年ぐらい前ですが、いわゆるこうちょっとスピリチュアルブームが起こった時に、そういうストーリーとかいろんなのが出てきて、もうそこから一気にご縁、縁結びのご利益が高いっていう神社で有名になりましたよね。女の人たちがこぞって多いんですよ。多いんですね。
ともう一つ、裏で縁結びっていうのがまあ表だとしたら、裏でご利益としてすごい有名な要素があって、裏ご利益っていうのがあるんですよ。裏ご利益。はい。で、これは何かって言いますと、縁結びを欲しい。良いご縁が欲しいってなった時に、その手前で、まあ、いわゆる自分に必要のないご縁をたくさん抱えてたら、良いご縁も入ってこないよねっていう。入る余地がない。ない。そう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 。ということで、まず自分にいらなくなったご縁をまず切りましょうという縁切りが結構有名なんですよ。それって実は勇気がいるんですよね。皆さんね、そうは言ってもなかなか切れないんですとかね、お付き合いがどうこうとかね。例えば恋愛とかだったらもう未練がもうありすぎちゃって、ずっと片思いで一生みたいなね、なんか女性もねいたりしますよね。だけどやっぱりスペースを空けとくといいものがもっと入ってくるっていう、これはまあ何でもそうですよね。ビジネスでもそうですし、人生もそうですよね。なのでぜひね、縁結びが欲しい、いい人と出会えますようにってお願いしていいんですけど、そういういい人が入ってくるスペースが欲しいので、もう私には断ち切らなきゃいけないご縁があったら断ち切らせてくださいというお祈りもするといいですね。これが実は本当にご利益を得るための必要な本当のお祈りの仕方なので。その話で確かに、とっても仲良しのご夫婦とか見ると、どこで出会われたんですかとか、とか、なんか慎吾さんいらっしゃるじゃないですけれども、なんかちょっと好奇心があってお伺いすることが多いんですけれども、意外と仲良しのご夫婦の中には、実は今の彼の前にものすごい大恋愛をしてだけどちょっとうまくいかなくって、それで呆然としてお別れした後に今の優しい旦那さんに出会ったのとか、あと男の人もそうだったりしますよね。そうですね。いやそういうお話よく聞きますよね。私もそうでしたしね。私も今の家内と出会うちょうど1ヶ月前ですよ。ほんとちょうど1ヶ月前に、それまで6年7年もうお付き合いさせていただいてたその彼女さんとから別れてくださいって言われて、で別れてたんで、もうね、なんて言うんでしょう、もうなんて言うんでしょう、生きてる心地がしないぐらい沈んでたんですよ。やっぱきついじゃないですか。大好きな人からね、別れてほしいって言われてっていう。で、いやどうやって生きていこうかなぐらい思ってたぐらい小心者だったんですけど、そんな時に今の家内と出会ってるんですよね。で、家内と出会った時はもう、この人だって思ったぐらいだったんで、だから、やっぱり縁が切れるっていうのはちょっとネガティブに捉えがちなところがあるんですけど、本当に望んでるご縁が欲しいんだったら、やっぱりそれが入ってくるスペースを空けとくという、この意識、考え方って結構大事ですよね。素晴らしい奥様とね、今もね、仲睦まじくね、もう理想とするご夫婦で、うちのね、旦那さんなんかもね、なんか一番最初に、ご夫婦、ご家族に、ご紹介いただいた時に、本当、私たちまだその時は結婚してなかったんですけれども、でも、やっぱり家族っていいなっていうふうに、うちの旦那さんも思ったみたいです。家族仲を見て。そうですよね。ご主人にはね、結構うちにも来ていただいてね、家族で過ごすっていう時間取らせていただきましたけど、そうやってちょっとね、縁結び、ご縁、それを得るときにどういう意識を持った方がいいのかなみたいなのもちょっとね、考えてみていただけるといいかなと思いますよね。
結婚したいとか、ね、恋人が欲しいとかって言って来る人が多いような気がしますけれども、多分私お助けがなかったら、一生一人だったと思います。もういろんな人たちからあなたはもう一生一人とか、こう寂しいなんか人生になることをすごい言われ続けていて、絶対嫌だと思って。その絶対嫌だが一番引き寄せのポイントだった。私はやっぱりね、死ぬんだったら本当に感謝して死にたい、よかった、生まれてきてよかったと思って死にたいと思っているのに、自分たちもなんとなく感じてました。これうちの旦那さんのね、お父様が多分ね、引き寄せてくれて合わせてくれて、でタイミングも見計らってやったんだな。タイプってあるじゃないですか。お互い全然タイプじゃなかったみたいです。だからどちらかというと大恋愛というよりも助け合ってるっていうのがすごく強いですね。そこですよね。よく言いますよね。恋愛は恋愛で楽しめばいいんだけども、恋愛の延長に結婚があるように見えて、実は全く違うわけですよね。それ責任も関係性もいろんなこともひっくるめて。だからやっぱりこう結婚とか配偶者と出会いたいっていう時は、やっぱり違った因果作用が働くし、結婚の時はね、振り返ると勢いとタイミングだったって言いますけど、勢いって、勢いって、ちょっとなんかこう、コントロールできない、なんかわけわかんない勢いつくじゃないですか。ご結婚をされてらっしゃる方、皆さん言いますよね。勢いって。勢いって。あれってね、本当に多分ね、当人たちの勢いじゃないですよ、あれは。でも、その勢いをいただけるかどうかもね、やっぱり当人の気持ち次第ですから。私、ここが、だからすごいご縁結びっていうことを知らずに、東京大神宮にちょっと行ってみてくださいっていう人たちの声があったので、じゃあお声掛けしたんですけど、もうここに到着する前、駅の近くのところですごいいいご縁がもうなんか声の話がさっきそうでしたよね。いやあれがお参りする前にすごくいいご縁のお話を大地さんからお伺いしたので、さっきもお願いするどころかお礼参りじゃないけど、そうですよね。もうなんかこう明日東京大神宮行くぞって昨日思ってた、もう昨日の時点でご縁が発生したんで、すごいです。いやだからね、やっぱり意識を持つっていうのは大事だしっていうところですよね。ということで、せっかくなのでお餅を大福を食べていきたいと思います。ここです。ここがですね、実はただベンチが置いてあって座って休憩できる場所って皆さん思いになるかもしれないんですが、実はこの東京大神宮の中で一番パワーがある場所です。ここなのでぜひここにね椅子とかちょっと置いてあるんで、ぜひねここでね時間過ごしてほしいんです。15分ぐらい。ここで座ってちょっとお話をお伺いさせていただくっていうのでも大丈夫ですか？大丈夫ですね。今誰もいないんで。なんか用意して神様が開けてくださったような。さっきね女の子たちたむろってましたけど、ちょうどいなくなってね。そう、すごい。ちょっとじゃあ実はねここが一番大事なスペースです。ち
ちょっとじゃあどなたかがいらっしゃるまでちょっと座ってそうですねさっきの話。どの辺に座るのがいいか、絵的には。現代の生活感の物価からいくと、多分ね、100万、200万ぐらいかかる旅になったわけですよ。だから、そう簡単に行ける場所でもないのに、年間400万人ぐらい来てたんですって、伊勢に。